こんにちは、白瀬リブです。今回は資格を取得したことを皆さんにご報告したいと思います。で、まず最初になんですけど、サムネイルの写真と違うよねって思ってる方がもしかしたらいるかもしれないんですけど、はい、申し訳ないです。オープニングの部分だけレックボタンを押し忘れて撮れてなかったです。すいません。なので、オープニングの今のこの何の資格を取ったんだよっていうののね、説明だけお洋服と雰囲気が若干違うんですけれども、そこはご了承いただいて、後々の後の方の動画は違う格好で違う日に撮影してるんですけど、話したい内容は一緒なので、ぜひご了承してください。よろしくお願いします。でですね、今回、資格取得しましたっていうお話をしたんですけれども、ちょっと前に RYT200 っていうヨガの国際資格取りましたよっていう動画を出したと思います。で、その後に、他の資格もこれから取っていきますっていう資格の話もしたんですけど、なんとシラスリブ資格、その RYT200 も含めて8つ取りました。やったー！でね、まだ紹介してないものが7つあるんですけれども、その中で一気に紹介するってなったらちょっと1時間とか1時間半とかの動画になっちゃうかもしれないので、ちょっとね分けてお話ししていけたらと思います。で、今回説明していくのは2つ、その7つの中から2つ紹介していこうかなと思います。ちょっとね部類が似てるものをちょこちょことまとめて紹介していけたらと思います。それではまず1つ目、取った資格紹介していこうと思います。それはこちら、ダイエットアドバイザーです。こちらの資格でございます。お名前のところは隠して、本名なのか本名じゃないのかは。で、このダイエットアドバイザーっていうのは、皆さんご存知の通りね、ダイエット、痩せるとか、いろいろ、健康的な食事をとるとか、いろいろある中で、いろんな方法とか、こういう風にやったらいいですよとか、この体型の人はこういうやり方の方がいいんですよとかっていうのをこう指示していける、アドバイスできる資格ですよっていうのを今回取得させていただきました。そしてもう一つ、シェイプアップインストラクターです。この資格もね、ダイエットに近しいものになってきます。簡単に言うと、ダイエットとシェイプアップ何が違うんですかってなった時に、ダイエットは内側から健康的な体を作ります。シェイプアップは外側、外見をシェイプアップ、すごい美しいボディとか自分の理想としているボディに近づけていきますっていうものになります。この後ね、実際本当はどういう意味合いでダイエットっていうものっていうのがあるんだよとかっていう説明をしていけたらと思うので、それは、数日前の知らせにパスしていこうかなと思いますので、今回はおすすめのダイエット方法だったりとか、こういう体型の人はこういうやり方の方がいいよとか、ダイエットとは何なのか、シェイプアップとは何なのかっていう説明とかをね立ててお話ししていけたらと思います。要所要所で気になる方はぜひ説明欄のチャプターで飛んでいただいて見ていただけたらと思います。それでは数日前の知らせさん、お願いします。今回ダイエットアドバイザー、そして、シェイプアップインストラクターの資格を取らせていただいたということで、ちょっと皆さんにね、筋トレだったりとかヨガだったりとかはもちろんそうなんですけれども、それ以外のこういった、今回に関してはダイエットについての情報だったりとかを皆さんに共有していけたらいいなと思います。おそらくね、この動画以降ちょこちょこショート動画だったりとか他の動画とかでね、ちょっとずつリブクッキングなるものが増え始めるかもしれないですけれども、皆さんぜひそちらもね見ていただけたらと思います。で、ダイエットって何ですかっていうところなんですけれども、ダイエットっていうのは痩せるっていうのをね一番最初に想像される方は多いと思います。間違ってはないんですけれども、一番最初にダイエットとして起源になったのが、糖尿病の、病を患ってらっしゃる患者さんに健康的で日常的な食生活だったりを送れるようにっていう食事療法のやり方の名前だったんですね。で、それがなんでみんなの想像するダイエットイコール痩せるになったかっていうと、例えば糖尿病の方って、いろんな方はねいらっしゃるんですけれども、基本的に肥満体型の体が大きな方が多い中で、食事をダイエット、食事療法ですね、食事療法をしてちゃんとした糖分だったりとか油分を取りすぎてしまったがために糖尿病になってしまった方とかが肥満体型になってしまって体が大きくなってしまう。それを食事療法、ダイエットで整えていくことで必然的に痩せるよね、じゃあダイエットイコール痩せるって意味だよねっていうのが広まって、
多分全般いろんな方、女の子だったり男の子だったり全般的にそういうイメージになったと思うんですけれども、もともとはそういう糖尿病の病を患ってらっしゃる方に向けた食事療法なんですよっていうところだから、よくあるじゃないですか、もう極端に食べませんみたいな、ファスティングっていう方法がね、後ほど紹介するんですけど、俗に言う断食っていうそういうのもあるんですけど、本当にもうなんか私1日トマト1個しか食べませんみたいな、コピン成人ですみたいなね。トマトも美味しいんですけどそういう極端なダイエットっていうのは本来のダイエットではないですよっていうのをまず前提で伝えさせていただきたいなっていう、辞書で開いたりした時に日常的な食事だったりとか健康的な食事って出てきたりするんですよ。もう本当にその通りで、健康的な体を作る、その上で体が大きな方は痩せるとかっていうのもあるんですけれども、そういうのがメインになっているよっていうのをまず前提にした上で、ここからのお話聞いていただけたらと思います。はい。で、実際にこの動画見てくださってる方は結構体を健康にしたいとかっていうよりかは痩せたいとかね、体をきれいにしたいって思ってらっしゃる方が多いかなと思うんですよ。で、まずそれをするには何をするのが大事かっていうと、やっぱりいろんな食事療法とかいろいろある中で一番は自分の体について知ることです。自分の体について知ることが一番の痩せる方法だったりとか、ダイエット、適切な食事療法をすることができる一番の近道なんですね。で、よくある体型で言うと2つ挙げられます。まず1つはリンゴ体型。リンゴ体型想像できますか？よくあるリンゴね、こういうリンゴ体型の方は分かりやすく言うと、お腹の真ん中のところがぐっと前に出て、本当に全体的に間延びを帯びているような体型の方のことを言います。こういう体型の方は結構内臓脂肪がね多いんですよ。本当にお腹が柔らかいお腹じゃなくてパンパン、本当にすごい詰め込んであるみたいなパンパンなお腹になってしまって、普段から炭水化物だったりとかお菓子とかの高カロリーな食事をよく摂取しちゃう、そういうのが好きだっていう方にねよくある体型です。実際に幼い頃からこういう体型だったりとか、そういう食事が好きな方とかが大人になってもそのままリンゴ体型のまま進んじゃうよっていう方が多いです。リンゴ体型の方の見分け方で言うと、まずくびれがない、そしてお腹の真ん中が出やすく全体的に丸みがある、リバウンドしやすい、炭水化物が好き、甘いものやお酒を毎日のように摂取している、噛む回数が少なく食べるスピードが周りの人たちより速い、こういった方がねリンゴ体型に当てはまりやすい方たちだと思います。こういった方は単純に運動量が足りないですよっていう方が多いです。なので例えば日頃のね生活の中で駅一駅分ちょっと歩いてみようかなとか、ウォーキングだったりジョギング、そういう自分のできるところからたくさん動いていける運動量を積極的に増やしていく、そこがポイントになってきます。さあ、そして続いて洋梨体型です。これは女性に結構多いですね。簡単に言うと下半身太りしやすい方、腰から下のところにお肉がつきやすかったりとかむくみやすい、そういった方の体型になります。この洋梨体型はですね、下半身にリンパが固まって、老廃物が詰まってしまってリンパが固まって、それがゆえにですね冷え性になりやすかったりっていう特徴があります。これがねひどくなるとセルライトって言って、お肉の塊本当に強くほぐしていかないと流れていかない老廃物の塊のようなものができてしまうのが特徴です。こういった方は腰回り、骨盤周りに脂肪がつきやすいので、定期的にほぐしてあげて、マッサージですね、しっかりと揉んでほぐしてマッサージしてあげる、こまめにしてあげることが大事になってきます。で、洋梨体型の方の見分け方は、下半身にお肉がつきやすい、お尻が横に大きい、太ももにもお肉がつきやすい、骨がしっかりしている、冷え性、ジャンクフードが好き、運動をしないため筋肉が衰えている、当てはまった方、ぜひ腰回りだったりとか、太もも周りマッサージしてほぐしてあげてください。こうやってね自分の体を知るだけでも少し健康な体に、痩せてる体、シェイプアップされた体に近づいていけるのではないでしょうか。そしてですね、日頃気をつけている中で、体の中でねバランスのいい食事を食べようとか、取っていこう、摂取していこうっていう心構えをねされてる方もいらっしゃると思うんですけど、食事の中ではよく家庭科とかでね習った方も多いと思うんですけど、一汁三菜っていうものがあります。炭水化物が
があって、汁物があって、そしてメインのおかずが野菜類があって副菜がある。さあじゃあ実際にダイエットだったりシェイプアップに効果的な食品って何ですかってなると思うんですよ。運動をねするっていうのは、自主的にこう体のエネルギーを消費していって脂肪を燃焼していってっていうのはあるんですけど、体を健康的にする食事療法、健康的な体を作る作り方とかってやっぱり食品のことを知っていかないとね、そこは難しいと思うんですよ。なのでダイエットだったり健康的な体を作るにあたっておすすめの食品を紹介していこうかなと思います。まず1つ目、発酵食品。これですね、間違いない。もう皆さんね、もうそれはそうだろうってなると思うんですけど、例えばチーズだったり、納豆だったりキムチだったりヨーグルトだったりたくさん発酵食品あると思うんですけど、皆さんご存知の通り体の腸を整えてくれます。例えばね、便秘気味な方だったりとか軟便気味の方ってやっぱり腸の中に悪玉菌が残ってしまってるんですね。で、発酵食品を食べることによって乳酸菌が腸にしっかりと届いて、無駄な老廃物だったりを出してくれる、そういった効果があります。やっぱり悪玉菌が溜まってしまうと太る原因だったりとかお腹が張ってしまう原因もちろんあるんですけど、女性だったらね、最近は男性もそうですけど肌荒れのねすごい原因になってくるんですよ。胃の調子だったり腸の調子だったり全て肌とかにもやっぱね、人間の体全部つながってますから出てきます。ぜひちょっとお肌の調子気になる方とかね、積極的に発酵食品とってみてくれたらと思います。はい、そしてですね、続いておすすめな食品はナッツです。アーモンドだったりくるみだったりカシューナッツ、ピスタチオたくさんあるんですけれども、一つ一つしっかりとね体の調子を整えてくれるんですよ。ナッツ系ってね油分が多いみたいな話をねよく聞いたりとかするんじゃないかなと思うんですけど、良質な油、それこそお肌にいい油だったりとか、それに加えてね腹持ちがすごくいいんですね。だから間食を普段ポテトチップス食べちゃってますって方とかだったり、チョコレートすごい食べちゃってますって方は、そういうねナッツ系を食べて腹持ちしっかりと抑えつつ良質な油を取ってね肌をツルツルにしていったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。その中でもですね、ナッツの中でもアーモンドとカシューナッツが、女性にはおすすめかなって思います。まずアーモンドはですね、アンチエイジング効果の高いビタミン E がたくさん含まれているので、美容効果の高いナッツというふうに言われてます。そしてですね、食物繊維も豊富で脂肪を燃やしてくれるビタミン B2 も入ってるんですよ。それによってナッツの中では一番ダイエットにおすすめな種類になってきます。そして続いてカシューナッツ。カシューナッツはですね、亜鉛だったりとか鉄、ミネラルを多く含んでます。女性はそれこそ月経だったり鉄分がね不足しがちなところがあります。冷え性の方だったりとかにもね、ぜひその鉄分を補給するっていう意味でおすすめしているので、そういったアーモンドだったりカシューナッツぜひチェックしていただけたらと思います。はい、そしてダイエットにおすすめな食品ラストは牛乳と豆乳です。はい、まずですね、なんでこれ2つあるかっていうと、2つ混ぜて飲むのが一番いいっていう風に言われてます。それがなんでかっていうと、まず牛乳ですね。牛乳はカルシウムが圧倒的に多いです。皆さんね知ってると思います。骨を作るには牛乳を飲むんだ。小学生の時に牛乳じゃんけんとかね、めっちゃ買ってました。めちゃめちゃ牛乳じゃんけん買ってました。というのを置いといて、牛乳は圧倒的にカルシウムが多いので、カルシウムはもちろん骨を作るのもそうですし、イライラを抑えるっていう部分でも効果が発揮されます。それによって心身の健康も促すことができます。続いて豆乳。豆乳はですね、食物コレステロールっていうのが含まれてて、コレステロールを吸収されるのを抑えて、血糖値がぐっと上がるのを抑えてくれる。そしてですね、女性はよく聞くと思うんですけど、イソフラボンみたいなね、胸を大きくしましょうとかっていうので豆乳飲めみたいなねあると思うんですけど、豆乳の原料大豆に含まれる大豆イソフラボンっていうのが女性ホルモンと同じような似たような働きをすることによって、乳腺が発達されて胸が大きくなりますよっていうものになってきます。これね、調整豆乳でもいいんですけど、できれば無調整のもう本当にそのままの豆乳を飲むのが一番健康的なね成分を吸収したいっていう時はおすすめしてます。そして続いて具体的なダイエット方法をいくつか紹介していこうかなと思います。まず1つ目、オートミールダイエットです。
皆さんねよく聞かれると思うんですけど、オートミールっていうものがあるんですよ。もともとね海外でダイエットによく使われる食品だったんですけど、栄養価が高くてダイエットにおすすめですよ、腹持ちも良くてね。なので炭水化物の代わり、ご飯の代わりに食べている方が多いです。オートミールのもう圧倒的な最大の魅力は食物繊維の多さです。食物繊維がたくさん入っていて、玄米の 3.5 倍鉄分だったりミネラルたくさん含んでるので、栄養価もね高い中でプラスお肌にもいいっていうことで、海外ではもともと甘い感じでヨーグルトだったりフルーツ入れて蜂蜜とか入れて朝食にね仕上がる方が多いんですけど、和風な感じでね食べたい方は卵と一緒にだしとかで溶いてあげて雑炊みたいに食べるのもおすすめしてます。さあ続いてのダイエット方法はファスティングです。先ほどちらっと言わせていただいたんですけど、俗に言う断食になります。で、断食には準備期間、断食期間、回復期間のこのね3つがあります。これまず準備期間なんですけど、固形物を少し少なくして味付けも薄いものだったりとか、本当に今から固形物を食べなくなりますよっていう期間への準備になります。いきなりね食べなくなると脂肪を蓄えようとしちゃって、逆にお肉が落ちにくくなっちゃったりとかするので、体を今から固形物少なくしますよっていう準備期間にする。これはねファスティングにおいてとても大事な期間となってきます。そして続いて断食期間、食べない期間になります。食べないって言っても固形物を食べないだけで水分補給をしっかりしたり、それこそプロテインだったりとか、あと酵素ドリンクなんかもね味がいろいろあって、本当にお腹が空いてしまうんだって方はそういうものでお腹の隙をしのいだりして固形物を食べない、そんな期間になってきます。そして続いて回復期間、固形物を食べなかった期間からちょっとずつ食べられるように胃の調子を回復させていく、そんな期間になっていきます。急にねカロリーの高い油物だったりとかを食べた時に、食べなかった分もう吸収しようって言って体にどんどん蓄えてしまうので、いきなり断食ファスティングをした後に急に食べてしまうと逆にリバウンドしてしまったりとかしますので、この回復期間でお雑煮みたいな味が薄くて消化のいいもの、そして温かいものをゆっくり食べて胃を動かし始めてあげる、そういうのが回復期間になります。この3つをしっかりと守ってあげることで、このファスティングっていうのはすごく健康的に痩せられる、そして身も心もすっきりしてね、とてもダイエットにおすすめというふうに言われてます。そしておすすめ最後はキムチダイエットです。先ほど言った発酵食品の中にもキムチ含まれるんですけれども、これね例えば韓国の方がお肌が綺麗だったりって思いませんか皆さんそうなんですよ。キムチは実際もう白菜っていうお野菜っていうのもあるんですけれども、唐辛子に含まれるカプサイシンが脂肪燃焼効果があって、やっぱダイエットにおすすめっていう風に言われてます。で、白菜自体も食物繊維が豊富で、先ほど言っていた悪玉菌をしっかりと流してあげて、お腹の調子も整えてお肌も綺麗にしていきますよっていう風に言われてます。簡単な方法で言ったらキムチだけしか食べませんとか、そういう極端なものではなくて、いつもの食事に少しキムチを添えてあげたりとか、一汁三菜でいうところの副菜に当ててみるとか、そういう風にねカプサイシン、そして食物繊維のある白菜をしっかりと取ってあげる、定期的に毎日取ってあげることで無駄な老廃物、悪玉菌を出してカプサイシンで脂肪を燃焼させてあげる、それの繰り返しで体が健康的に痩せる、そして肌が綺麗になっていくというふうに言われてます。ただね、キムチのカプサイシンは脂肪燃焼効果ももちろんあるんですけど、食欲増進させる効果もあるので、食べ過ぎには注意、何事もやりすぎには注意ですけど、食べ過ぎには十分注意して少しずつ摂取していきましょう。さあ、ということでいかがだったでしょうか。他にも今日紹介したもの以外にもたくさんもっとねいろいろ紹介して、ダイエットだったりシェイプアップにおすすめな食品、そして方法はたくさんあります。少しずつリブチャンネル、この動画の中で発信もっとしていけたらいいなと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録と高評価していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。こういうダイエット方法はどうですかだったりとか、これって本当に合ってるのっていう疑問だったりとかは、動画のコメントにぜひ書き込んで教えてくれたら嬉しいなと思います。次の動画の参考にさせてください。それでは皆さんの健康を祈って、まったねー。